こんにちは、きこです。久しぶりの動画です。バタバタしちゃってね。すいません。ちょっと遅くなっちゃって。このね、スピリチュアルなこともいろんな方に今携わっていて、動画をね、たくさん見てくださってる方たちがたくさん増えて、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。で、ただもう本当言えることといえば、本当に一人一人にそういう能力があるんですよね。持ってない方はいませんので、スピリチュアルなこととかっていうのはやっぱりあんまり期待しすぎない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なんだろうな、結構こうジプシーみたいになってる方っていうのは結構おじさん、裸のおじさんが出てきたね。インドのね、この背景もね、なかなかこれが日常なんですよね。インド人たちは裸ですからね。ちょっと話それましたけど、そうスピリチュアルなことってね、あんまり期待しすぎない方がいいってやつね。見るっていうことはさ、例えば前世見るっていうこともそうなんですけど、この目でまず見るっていうことじゃないし、あとなんていうのかな、プールのよく私は例えで出すんですけど、プールの中でほら、目開けたまま入るじゃん。目開けたまま入って、そのままこうさ見た時に、なんかまず右か左かもちょっとよくわかんない、なんかもう感覚で泳ぐみたいな感じでしょ。そんな感じなんですよ。そんな感じで前世見ていくから、そこをねやっぱこの目で見るっていうのも感覚で読み取っていくみたいな、そういう感じなんですよ。だから映像でね、 LED のテレビのように鮮明にクリアにっていう感じで思ってしまうと、すごくこうなんてずっと探し続けたりねすると思いますし、あと今日やった方とかだとなんか妄想ですみたいな感じで、妄想っぽいなーなんつって笑ってたんだけど、妄想なんですよ。だから無意識で結構妄想してたりすると思うんだけど、妄想の中にもう潜在意識からの情報とかをね、結構自分で読み取ってたりするんですよね、日常。だから妄想でいいし、妄想を否定しないっていうか、妄想なんですよね。そういうもんなんです。で、あと例えばほら、あきこさんはコメントよくいただいたりして本当にありがたいんですけど、クリアに、あきこさんみたいにクリアに取るにはどうすればいいんですかっていうのをいただいたんですね。で、私はね、まずクリアじゃないんですよ。全然クリアじゃないのね。またまたとか全然思わないで。本当に何がね、私のそのクリアさがもしあるとしたら何がねクリアなのかっていうと、一切否定しないんですよ、自分が感じたことをね。もうね、1ミリでも自分の五感がさの中にこうスピリチュアルな感覚っていうのがあるっていうのが分かりましたので、自分が感じたことを一切否定しないっていう、それだけなんですよ。それがクリアかなと思うんです。だからそう、この感覚を否定するっていうことがスピリチュアルな能力をこう下げるってことだし、自分の感覚を否定するっていうのがね、結構地球の中は多いんですよ。だから例えばさ、小さい時よく聞くよね。小さい時に自分が感じ取ったこと、なんかお母さんなんか、こういうものを感じたんだけどどう思うみたいに言ったらさ、それは夢だよとか妄想だよとかさ、そんなことバカ言ってんじゃないわよとか言われたとか言ってますけど、そのちっちゃい時に自分が感じた感覚が合ってたんですよね。合ってたんだけど、やっぱ否定するっていうのが今までの地球のやり方だからしょうがなかったんですよね。でもそれに対して傷ついて、自分は違うんだなと思ってこう閉じちゃってるっていう方がとても多いんですね。その感覚っていうのが実はあっていて、その感覚を私たちってほら波動であってさ、目に見えないこう周波数っていうかね、波動が自分だから、そっちの方をやっぱりこう肯定していくっていうか、そっちに気がついていくと、どんどんこうね、自分がやっぱりね、なんていうのかな、本当の自分を取り戻していくっていうのはそういうことだから、そうだから能力が高い低いっていうのはもう本当にほとんどなくて、この自分が感じてることを否定するかしないかって感じだね。否定するとだから能力が下がるんですよ。で、自分が感じてる感覚を肯定したら能力が上がるっていうこと、それただそれだけなんですね。認めるっていうのかな、自分が感じてることだから1ミリでも感じたらそれに対して、自分自身が、そういう風に感じてるって
肯定していけばいいってことなんですね。それだけなんですよ。私のクリアさってそこなんですね。一切もう否定しないですね。自分が感じたこと。今こうやっていって、じゃあね、今宇宙語とか喋ったら宇宙船来たなって思ったら来てるんですよね。そういう感じ。わかるかな？そういう感じで、もう一人一人のその感覚の中に答えがあって、一人一人のこう、なんていうのかな、五感こそハイヤーセルフなんだよね。びっくりなんだけど、感覚の方に全部の答えがやっぱりあるっていうね、ことが分かりましたので、これはやっぱりすごく何回もいろんな方に伝えてるんですけど、感覚の方を意識してみるといいんじゃないかなと思います。あとそうだな、なんかアカシックレコードとかさ、チャネリングとか、いろいろやりたいって言ってね、いろいろお問い合わせもいただくんですけど、アカシックレコード、よくね、アカシックレコードジプシーみたいな方も多いし、私もアカシックレコードに関してはすごく見えるわけじゃないんですよ。感じ取るところっていうのは訓練が必要だなって思ってる感じなんですね。だからアカシックレコードを見るのにまずチャネリング入った方がいいと思うんですよ。なんかいきなりアカシックレコードを見て、なんていうのかな、よく感じ取れないっていう感じで私のところに来てくださる方も多いんですよ、講座とかでね。なんかちょっと感覚がつかめないというか、だからチャネリングを先に習っておくと、チャネリングからアカシック見るっていうのはすごく簡単なんですよ。ハイヤーセルフにサポートしてもらいながら見るみたいな。だからステップとしては、この辺りのステップにしてはね、いろんな名前が違うからさ、感じ取るところで、いろんなこう言葉になっちゃってるんだけど、まずそのチャネリングに関しては、前世を見たりとか、感覚、五感で感じ取るところっていうのを、感覚をつかむためにまず前世が結構いいと思うんですよ。前世見ると、なんかその前世での見方、まず感覚、妄想みたいな感じで見る感覚もつかめるし、あとは情報の取り方っていうのを言葉としてキャッチしたりするってこともできるし、体感覚も出てくるしっていう感じで、すごくね、総合的に結構前世っていうのは自分の感覚が分かってくるんですね。でその後にチャネリングに入った方が結構入りやすいんじゃないかなと思いますね。前世見てチャネリングで、何か意図して情報を取るみたいな感覚を、五感で感じ取っていく。でチャネリングの時は映像で撮るよりも言葉として撮った方がいいから、言葉として撮る、これ練習というかねしていただいて、その後にアカシックに入った方が結構すんなり入れるのかなと思うんですよ。そうだからアカシックレコード見たいって思ってる方はちょっと先にチャネリングやった方が感覚つかみやすいんじゃないかなと思います。でチャネリングやりたい、感覚がつかめない、っていう方は前世見る、前世で感覚をつかんでからやるっていう感じ、ちょっとステップ踏んだ方が迷わずに進めるのかなっていう感じですね。だから私自身はそのチャネリング講座っていうもの自体はやってないんですね。チャネリング動画講座はやってるんですけど、自分がねチャネリングを教えるっていうところは、やってなくて、もしだから全然見えないっていう方でたまに問い合わせが来るんですよ。全然見えないけど大丈夫ですかみたいに来た方は、まず前世とかで感覚をつかんでからまた問い合わせてくださいとかっていう感じにしてるんだけど、そうしないと何て言うんだろう、全く感覚がつかめないとこでチャネリングってさ、やることってすごいシンプルなんだよね。どことつながるとかさ、イエス・キリストとつながりますみたいな、なんか嘘みたいなさ、なんかバカみたいじゃないけど、それぐらい意図するだけでつながっちゃうんですよ。今じゃあ私がさイエス・キリストにつながってみるとするじゃん。やり方は宣言するだけなんですよ。イエス・キリストにつながります。これでねエネルギーがねパッと流れてくる感じがするんですよね。感じなくてもつながっちゃうってことだから、ここから情報を取ります。じゃあ皆さんへのメッセージをお願いします。あなたたちが、必要なこと、こういうスピリチュアルなことに対してのサポートをする準備はできていますので、私とつながってあなたの道を進んでください。私たちは全力でサポートしていますって言ってますね。とかさ、合ってるか分かんないよ。でもそういう感じで、今みたいな感じでこうつながりってこれだけなんですよね。
やったことといえばさ、イエス・キリストにつながりますって思っただけだからね。そうこれでさ、情報を逆に言ったら取っていかなくちゃいけないから、感覚がさ、自分で合ってんのかな合ってないのかなってことばっかり気にしてたら、ちょうど忙しいんですよ。とにかくチャネリングって忙しいの。自分の感覚の中に、そっちの方に意識を向けて、それでこうずっと情報を取っていくから、自分の五感のところで情報の取り方っていうのをまず感覚でね、前世で掴んでチャネリング、やっていただいて、アカシックっていう流れにすると情報を取りやすいんじゃないかなっていう感じで思っています。そう皆さんね、やっぱりあんまり迷ってほしくないし、今あとさ、アカシックレコードの見方っていうので左目でやってるじゃないですか。これは一つの私のやり方だからね。アカシックレコードが、全部左目で見なくちゃいけないっていうことじゃなくて、私自身がさ、宇宙図書館に行ってそこで水晶とかさ、本を出して見るんだけど、それだとよく見えなかったんですね。はっきり撮れなかったから、左目で見た時にすごい見やすかったよっていうだけで、この本のやり方で見た時にそれで見れるんだったらそっちの方がいいよって講座の方にもお伝えしてますし、それはね、人によってみんな違うんですよ。いろんな見方があるから、そう一概にこれだけっていうわけじゃない。私にとってはそれも使いつつ水晶も使いつつみたいな感じで、いろいろこう総合してやっているみたいな感じなんですね。そうだから一つだけじゃないし、見えないからといって自分はできないとかじゃなくて、ステップを踏んだ方がいいんじゃないかなと思いましたね。だから自分の感覚の中に答えがあって、スピリチュアルなことっていうのは本当に期待しすぎないっていうのが大事ですね。もともと持ってる能力だし、大したことないんですよ。本当に大したことない感覚なんですね。あまりに日常すぎて、普通すぎて、もっとすごいこととかね、衝撃とかさ、受けがちなんですけど、衝撃なんじゃないんですよ。もう穏やかすぎて普通みたいな。ハイヤーセルフにつながった感覚とかもさ、普通なんですよね。結構普通すぎてムーとかさ、普通みたいな、そんな感じだから、あれみたいな、こんなもんでいいの？なんか実はもっと激しい感じじゃないかな、衝撃的な感じじゃないかなって取りがちな方いると思うんですけど、そうじゃないんですよ。私たちってもう普通な時が最高な状態ってことですから、期待しすぎないで、もうなんかそういう衝撃的なものを諦めるっていう感じになると分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまた、動画撮りますので、よかったら見てみてください。ではでは。